皆さんどうもこんにちは、たいのすけです。モンブランの絵を描きました。いかがでしょうか。ただのケーキの絵というよりは、その場の空気を感じる絵になったと思います。それは光を意識して描いたからです。絵に空気を感じるということは、光を描くということでもあります。どういうことでしょうか。まずは光が空気を描くということを説明し、その後に具体的な描き方を解説したいと思います。ぜひ最後までご覧ください。それではスタート。まずは下書き、線画、下塗りという手順で絵を描き進めていきます。その過程をご覧いただきながら、光が空気を描くということをお話しします。そもそも空気というのは目には見えないものですよね。でも私たちは日々の生活の中で空気を感じる瞬間をたくさん経験しています。例えば、夕方の部屋がオレンジ色に満たされていく瞬間、暖かい部屋から外に出た時の肌を刺すような冷気、雨の前に漂う土の匂い、雪が積もった後の静寂。こうした瞬間に私たちは空気そのものを見ているのではなく、光や匂い、温度、音、感覚、つまり空気がもたらす現象を感じ取っているんです。では、その空気がもたらす現象を絵として描くにはどうすればいいのでしょうか。その答えは光です。光を描くことで空気を描くことができます。なぜなら空気は光の通り道だからです。では、空気中の光とはどのようなものなのでしょうか。それを表現するためのポイントは3つ。光の方向、光の色と強さ、環境光です。まずは光がどこから来ているのかを明確にします。横なのか上なのか下なのか、はたまた全方位からなのか。それから光そのものに色があるということを知っておきましょう。朝や昼の光は青白く、夕方は赤みがかかり、室内照明にもそれぞれの色味があります。それぞれに光の強さも違います。これはその影に影響します。そしてその光は空気中で散乱します。散乱した光は地面や壁に反射し、それらの色を拾って照り返しとなって環境光を作り出します。光の方向、光の色と強さ、環境光、この3つを意識して描くことで、その場の空気を表現することができます。下塗りまでできたところで、今回の参考写真を見てみましょう。いろいろな光を感じますよね。どのような光があるのかよく見てみましょう。まずは光がこちらから当たっています。その光が作る影は青っぽくてエッジがはっきりとしていますね。光の色が暖色系の暖かい色の場合、影は補色の寒色系の色になります。つまり光そのものは強く、その色は真っ白に見えますが、実は温かみのある色であることがわかります。はっきりした影のエッジは光の強さと同時に空気が澄んでいることも伺わせます。次に環境光を見てみましょう。青い光が映り込んでいます。青色のある環境、多分青空に光が回り込んで、それを照り返しているようです。フォークとテーブルに映り込んだ青い色がそれを裏付けていますね。そして光の反射。光がケーキシートに反射して、ケーキにその照り返しがあります。ケーキシートの金色が映り込んでいますね。つまりこの絵では、強く暖かい光の色、青空からの照り返し、ケーキシートの反射、これらを表現することで空気を描くことができると考えられます。では実際にその描き方を解説します。まずはそれぞれの光を下塗りとして描いていきます。ケーキ本体のレイヤーの透明度をロックします。ブラシはマーカーを選びます。ケーキシートのゴールドが反射している様子を描きます。次に青い環境光が反射している様子。それから
光が直接当たっている部分、暖色系の白をのせていきます。栗の下塗りにも光の状態を反映します。次にテーブルにそれぞれの光の様子を描きます。背景に光の状態を書き込むことは、その場の空気感を表現することにとても有効です。ケーキシートに明暗を書き込みます。フォークにも書きます。これで下塗りが完成しました。空気感が少しわかる状態になりましたね。次に書き込みをしていきます。まずは栗から。栗の濃淡を強く書きます。次に別レイヤーにパウダーシュガーを書きたいと思います。そのために栗だけを選択しようと思います。まず選択ツールの自動選択で栗の外側をタップ。選択範囲を反転します。これで栗の範囲だけが選択されました。新しいレイヤーを出します。ブラシを羽にします。私はお気に入りに登録していますが、ピクセルブラシの特殊効果の中にあります。タッチをつけます。選択範囲を解除して、鉛筆ブラシでタッチを足していきます。次にこのパウダーシュガーに別の色をのせて環境光を描きます。このレイヤーの透明度をロックします。パウダーシュガーに青い色をのせます。透明度のロックを解除してさらに書き込んでいきます。はい、栗ができました。では、ケーキ本体の書き込みをします。新しいレイヤーを出して、そのレイヤーをクリッピングします。さらに、そのレイヤーの描画モードを定山にします。なぜ定山にしたのかは、後ほど説明します。色はこのぐらいのライトグレー。私が書き込みで主に使うのは、鉛筆ブラシ。筆圧を調整しながら、グラデーションで陰影を描いていきます。見ていてわかりますか？下塗りで塗った色を潰してしまうことなく、陰影が描かれていきますね。このレイヤーの描画モードを定山にしたのは、ここに理由があります。定山とは、掛け合わせるという意味で、下のレイヤーの色と掛け合わせることで、色が暗くなるというものです。今回、下塗りでいろいろな色を塗っておきました。レイヤーを定山にして、グレーを使って陰影を描くと、下のレイヤーで作った色相の差を潰すことなく、色を濃くしていくことができます。まずは全体の陰影ができました。さらに濃い色で陰影を強くしていきます。この辺りはケーキシートの照り返しがあって金色が映り込んでいるところです。そのため暗い色も彩度を高くしています。
これで定山レイヤー上にある程度の陰影が描かれました。本体のレイヤーにもタッチを入れていきます。上の定山レイヤーにある程度の陰影が描かれています。その下の本体レイヤーにタッチをつけても、その陰影が潰れたりなくなったりすることはありません。つまり最初に作った陰影の状態を活かしながら深く書き込んでいくことができるわけです。ケーキシートから反射している光を書き込みます。では、栗を描いた時と同様に、ケーキ本体にもパウダーシュガーを描きます。本体のみを選択。新しいレイヤーにパウダーシュガーを描いていきます。このレイヤーの透明度をロックして、パウダーシュガーに色味を足していきます。透明度ロックを解除して、このレイヤーをハイライトレイヤーとしてタッチをつけていきます。ケーキの半分ができました。この書き方で右半分も書いていきます。左半分と同様に定山レイヤーに陰影を描いていきますが、色はグレーだけでなく、彩度の高い色も使っていきます。ここでも下塗りで作った色素を壊すことなく、陰影が作られていくのがわかると思います。では、ケーキ本体の書き込みの仕上げに、一番強い光による照り付けを描いていきます。ほぼ真っ白ですが、ほんのわずかに暖色寄りの白にします。はい、ケーキ本体ができました。強く暖かい光の色、青空からの照り返し、ケーキシートの反射を意識しながら描き進めました。では、他の要素も書き込んでいきます。そもそも絵の歴史を見ていくと、光と空気を描きたいという思いはいつの時代にもありました。最初の時代、ルネサンスでは現実を正しく再現したいという思いから、光や空気を使って立体感や奥行きを表現しました。神が作った世界を人の手で写し取ろうとしたのです。やがてバロックの時代になると、光で心や物語を表現することになります。強い明暗の中に真実や信仰、人の感情を映し出そうとしたのです。そして印象派の時代、作家たちは今この瞬間の光と空気に夢中になります。モネたちは見たそのものではなく、見て感じた瞬間の空気を描こうとしました。近代になると光と空気は外の景色ではなく、心の中の世界を表すようになります。ロスコの絵のように、光は感情そのものを包み込む存在になっていきました。つまり、光と空気を描くという行為はいつの時代も世界をどう感じ、どうつながっているかを探す人間の欲求の表れだったのです。では、この光と空気の世界に一匹のお魚を描いて同居させようと思います。
ということで、絵ができました。今回の動画いかがでしたか？自分でこのテーマを選んで、各モチーフを決めて、自分でも勉強しながら絵を描いて動画を作りました。とてもためになったし、楽しかったです。皆さんはどう感じましたか？一言でいいのでコメントに残してください。もしこの動画が面白かった、ためになったと思ったら、高評価ボタンをお願いします。応援してもいいよという方は、チャンネル登録もお待ちしていますね。それでは最後までご視聴ありがとうございました。